皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はお名前の読み方が間違っていたら申し訳ありませんが、ゴデズさんとユニクロノスさんのデッキを使った疑似 3on3 バトルをやっていきたいと思います。ユニクロノスさんのデッキはつぶやきさん太郎が使わせていただきます。そしてゴデズさんのデッキは私の水渡が使わせていただきます。よろしくお願いしまよろしくす。お願いします。それではやっていきましょう。ショー。それではシュートポジションを決めるじゃんけんをしていきたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。こっち。オッケー。じゃんけん勝て。じゃんけんだけ無駄に強いんだけど俺。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ナイトシールド 360F。ナイトランス 460F。ファーストバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュ。ファーストフィニッシュ。ナイトシールドに2ポイント。あ、俺か。あ、そうだよ。俺や。いや、当たった衝撃でってことか。俺も一瞬こっちがバースト勝利したかなって錯覚しいた。や、俺が攻撃されたからね今。一回こっち勝ったかなって錯覚して自分でベイ取ったもん。ね。そしたらシールドだってなって。いや、やっぱナイトシールドね、こういうのカウンター的な能力はさすがですね。強かったね。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。エルズサイズ 480E。 ナイトシールド 360T。 セカンドバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。さあ、ちょっと回ろう、ちょっと回ろう。オッケーオッケー。おお、激しい。いやー、今のあー、やばいやばい。なんかめちゃめちゃエクストリームダッシュしたが姿勢がお、いいぞいいぞいいぞ。姿勢が悪い。ナイス。スピンフィニッシュ。ナイトシールドに1ポイント。いやー、弾き飛ばされた後とその後の姿勢がね、ちょっとやばかったね。こっちもエクストリームダッシュ何回もしてもアタック決めれなかったからスタミナ消費やばいかなって一瞬思った。いやー、ちょっと姿勢正せなかったのがきつかったな。お互いのスタートベイ、せーの、じゃん。ドランソード 460T。 ヘルズサイズ 480HN。 サードバトルレディーセット。3、2、1、ゴーシュ。エクストリームフィニッシュ。ドランソードに3ポイント。というわけで 3on3 バトルの勝者はゴデズさんです。やりましたー。エクストリーム決められた。いやー、ちょっと想定はしてなかったんだけどね。俺もつぶやきさん太郎と同じように真ん中にちょっと維持するタイプで打とうと思ったんだけど、まあたまたまうまく決まったね。というわけで 3on3 バトルが終わりましたがいかがだったでしょうか。いやー、でもなんか今回は割とちょっと予想外というか、あんまり想定してない戦い方になって勝敗が決まったっていうところが俺としてはあったね。そうだね、面白かったね。最初なんてね、もう俺負けたって思ったらなんか俺勝ってたし。いや、それ俺もそうなんだよ。1試合目のね、ナイトランス対ナイトシールドでこっちのね、俺が使ってたナイトランスの方がアタックに行く挙動してたからさ、それでぶつかった瞬間バーストしたからこっちがバースト勝ちかなって思って、で回ってるベイ取ってみたらナイトシールドやないかいってなってあれマジでビビったな。いや、なんかすごい勢いで掴むなと思ってそう、俺が回してるベイだと思ったんだよ。それで掴みに行ったら相手のベイだったっていうね。いや、あれはおもろかったな。ちょっと想定外でしたが、やっぱちょっとナイトランスの方がシールドよりも引っかかるっていうところはあるかもしれないねとは思ったかな。まあでも方式水で身長低めにしてで F を6硬くしてやってるけど、やっぱこうなるのはちょっと難しいかなっていうところはあるかな。あと2試合目のこっちのナイトシールドの T は相手のボールに勝ってよく働いてくれましたね。いやー、また T が B に勝ったね。いや、ちゃんと実績積んでるよ。 T は B に勝てるっていう。そういやー、でもそうなんだって感じがするね。俺はちょっと
T って結構扱いづらいイメージがあったからさ、あんまり使ってなかったんだよね。エクストリームダッシュすると吹っ飛んでっちゃうし、かといってちょっと斜めにしすぎるとね、帰ってこれなくなって持久負けしちゃうなと思ってたからさ、難しいなと思ってたんだけど、まさかね、こういう風にできるとは。ちょっと軽めにラッシュなんだよね。そう、軽めにラッシュだね。あくまでも姿勢を戻せるくらい。そうそうそう。で、試合中に相手にアタックを決めてスタミナを減らしてからのって感じだもんね。そうだね。いやー、でもこうやって見せつけられてるからね。いや、こっちもね、ヘルズサイズの 480B だから結構みんなが使ってるって言ったら過言かもしれないけど、ヘルズサイズ 380B、ヘルズサイズ 480B って言ったら結構シェアの大きい、多くの方が使ってるカスタマイズだから、それに勝てるっていうのはマジで一つの希望だと思うし、今回ね T が結構 B に勝ってるって試合多かったから、いやマジで T は研究してった方がいいのかなと思ったな。テーパーはちょっと軽めのラッシュね。そう、おすすめです。いやこれはでもね、ほら大会のさ予選ってワンベイって言ってさ、一つのベイで4ポイント選手で戦うじゃん。だからそこでヘルズサイズの 480B ないしは 380B ってめちゃめちゃ出てくると思うんだよ。そうね。それにこのナイトシールドだったけど今回はT で勝てるっていうのはめちゃめちゃでかいことだと思うんだよね。だってヘルズサイズが基本的に4勝しないといけないじゃん。スピンで4つ勝つみたいなイメージだから、たまにオーバーとかもあるけど基本的にはスピンで勝つような試合を組み立てるからね。そうだよね。スピン狙いのカスタマイズだしね、だから4回勝つまでの間にスピン勝ってもいいし、オーバー取ってもいいし、バース取ってもいいのを、何回かやるっていうと結構いい試合するんじゃないって思っちゃうんだよね、これ見たら。実際にその大会の予選、僕も自分で参加した大会の予選見ましたけど、ドランソードでねヘルズサイズに3ポイントぐらい取られてたけど、オーバーとかバースオーバーとかで勝ったみたいなのも結構あったから、いやマジで面白いと思うこの T。ヘルズサイズ480ないしは 380B がもう絶対勝てない最強って感じじゃないのがいいね。そうで、あともう一つ言うと T のいいところなんだけど、相手が B の時は今みたいにラッシュシュートで打ってスピンで勝ちを狙えるし、相手が N とかだったら水平シュートで打ってアタックを狙いに行けるっていうのも T の強みかなって思う。なるほどね。相手がもう真ん中にいるって分かってるから、そうもう直接殴りに行くってことか、エクストリームダッシュで。なるほどね。そう、相手を見てから試合を組み立てられるのも T の魅力かなと思います。テーパーのそのビットの説明通りというか、バランスタイプというかね、そうだね、アタックをするときはアタックをして、いやでも相手が真ん中にいないってなったら、じゃあ今度はちょっと斜めで持久をしつつアタック、で持久勝ちも狙えると。いやー、思ったより T 面白いな。ちょっと今日めちゃめちゃびっくりしてるわ自分で。全然使ってこなかったから、今後俺も T 使ってみたいと思いますし、皆さんもぜひね T 使ってみるといいかもしれません。ぜひT 使った強い改造俺も知りたいんで皆さんもしなんか見つかったよとか、これヘルサイズ B に結構勝てるよみたいなのあったらぜひ教えてもらえればなと思います。いやでも今回ね、お互いのデッキとてもユニークでもありつつも結構しっかりとしたデッキだったので、かなり 3on3 デッキとして面白かったので、皆さんもぜひねこのお二方のデッキ真似してみてはいかがでしょうか。というわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。